私の全部をあげたら何をしてくれる？やっぱり私舞台出れない。俺は変わりたいと思ってる。このままの自分じゃダメなんだ。マリアは覚悟を持つなら今しかない。よーし、整理するぞ。3月17日の夜20時頃、片山純子さんがパスポートを取り出すために金庫を開けた。その時点で500万はあった。翌日昼12時頃、おばあちゃんが金庫を開けて金がなくなってることに気づいて通報。その間に片山家に出入りできた人間。こいつら全員だよ。すみません、遅れました。大丈夫、まだ10分前。座って。では開幕10ミリオン稽古を始めていきます。あ、台本にかなりの修正があるので確認お願いします。それなら事前に言ってほしかったな。セリフを頭に入れちゃったよ。申し訳ないです。次からお伝えします。まだ初日だろう。気楽に行こうぜ。舞台上ですが、こちらの椅子を列車の座席としてイメージさせます。よろしくね。はい、お願いします。今井さん、ジョバンニこちらの席に。はい。カンパネラはその隣にお願いします。はい。その席勝手に動かさないでください。すみません。立ってもらえますか。どうぞ。ザネリはあちらに。ずっと板付きなの？はい、皆さんが常に舞台にいてくれた方がいいので、退場するときに列車を降りてもらいます。物語的におかしくない？はい、そこを直したのがこちらの修正版です。別に板付きである必要ないと思うけど、列車から降りなければずっと座ってたらお客さん飽きちゃうよ。そうですね。はい、じゃあ後でそれも考えます。トリトリはこちらの席に。青年は後ろにお願いします。あとはシアトリさんのカオルコはピアノスタンバイでカオルコの登場シーンに列車に乗り込んでください。あとはじゃあはい。すいません、稽古中なので。千葉県警の江本です。こっちははいの北野京さん。ちょっと話を伺いたくて来ました。片山さんの家でアルバイトをしていますよね。その件で。なんだよ。都合いいじゃねえかよ。はい。北野さん、こちらへ。はい。片山純子さんの家で家事代行で入ってますよね。はい。いつから？去年の9月頃から。金庫があるのは知ってた。はい。中身は？お金が入ってると聞きました。誰から？片山さんから。片山純子さん。いえ、おばあちゃんの方から。そうですか。そのね、おばあちゃんが貯めていたお金が盗まれてしまったんです。そうなんですか。はい。500万。大金ですね。金庫からおばあちゃんと純子さん以外の指紋が出てきました。僕も疑われているということですか。まあそうなりますね。
任意なんですけど、指紋取らせてもらってもいいですか？ああ、もちろんです。事件ですかね。知らないわよ。行こう。マリアちゃん、少し読んでおく。はい。3月17日の夜は何をしていました？夜9時から翌朝6時までコンビニでバイトしてました。どこのコンビニ？入船のファミマです。警察署の前の。おー、あそこね。じゃあこれ全部。次は人差し指。あ、はい、タイムカードある？ありますよ。防犯カメラにも映ってる。映ってると思います。ずっと店にいたので。舞台の資金は？というと？いやー、君ぐらいの年齢で貯めれる金額なのかなと思いまして。全部バイトで貯めました。偶然にもね、君が集めた舞台の出演者みんな片山さんの家に関わってて、しかもみんな金銭的な問題を抱えてる。僕は問題なんて抱えてないですよ。そっかそっか、失礼しました。確かにそれは私の憶測だ。片山さん家の家事代行とコンビニと引っ越しと3つ掛け持ちして貯めました。いくら？言わないとダメですか？強制じゃないですよ。でも協力してくれると助かります。あ、すいません、ずれちゃいました。やり直しますか？大丈夫、枠に入ってれば。でも大丈夫で、金額は？ 210万です。結構な額ですね。それが舞台の資金。はい、全部エクセルにまとめてます。律儀ですね。当然のことなので。お話ありがとうございます。稽古頑張ってください。これから他の出演者にも話を聞きますから。北野さん。はい。道端でさ、猫が怪我していたらどうする？何の質問ですか？個人的な質問。その後のことを考えないと判断できないですね。まず猫を病院に連れて行く時間があるのか、治療費は払えるのか、あと猫を飼うだけの自分に環境があるのかとか。猫一匹にそこまで考えるんだ。じゃないと無責任になるので。ありがとうございました。今井さんのお話伺えますか？マリアもですか？彼女も片山さんのとこで働いてるよね。そうですけど。質問するだけだから。何を聞かれた？何を言ったのかは言わないようにと言われました。双葉さん、時間ないですよね。稽古進めましょう。警察が来るとか異常だろ。何をそんなに不安がってるんですか？別に。皆さんにも話が聞きたいと言われました。は？私ら？はい、三船さんと平田さん、あと双葉さんと白鳥さんも。大丈夫ですよね？皆さん別に悪いことなんてしてないでしょ？じゃあ稽古進めますか。
そんな緊張しなくて大丈夫ですよ。ただ話を聞くだけなんで。やましいことがなければ。週に何日働いてますか？ 2日です。火曜と木曜が私で。北野さんと同じ日は？ないです。月曜と水曜が京くんです。金庫があるのは知ってた。はい。中身は？大事なものですか？まあ金庫だからね。暗証番号は？知らないです。暗証番号？ああ、知ってますよ。なんで？おばあちゃんが勝手に教えてくれた。おばあちゃんから教えてもらいました。存じております。おばあちゃんが言ってた。ええ、おばあちゃんは本当によく喋る方で、何でも教えてくださいましたよ。知るわけないじゃないですか。まあそうなりますよね。もうロケで一度行っただけですよ。その後は一切関わりもない。ただまたこの舞台でつながってしまった。え？どういうことですか？知らないですか？何を？この舞台の演出をする北野京さん、片山さんのとこでアルバイトをしてるんですよ。そうなんですか。まあ僕には一切関わりないですけど。ジョバンニ、お前の父ちゃんきったねえ飯食ってるらしいな。三船さん、もう少し感情を抑えられます？抑える？はい、それじゃあバカにしすぎてるんで。別にできるけどさ、それだと伝わらなくない？ザネリがいじめてるのをお客さんが理解しないと。まあそれはそうなんですけど、でもそれじゃあザネリがここはセットアップでしょ。ここでいじめを提示しないとラストが生きない。この方向でやろうよ。ジョバンニ。3月17日の夜は？家にいました。お母さんと。お母さんと2人暮らし？はい。お母さん体が弱くて、だから買い物とかは私が。余裕志望なんだって？はい。事務所には入ってるの？前に一つ入ってたんですけど。いくらかかった？え？所属費払ったんでしょ？最初のところが80万円で、今のところが120万円です。合計200万ね。全部お母さんが出した？はい。病床で家にこもっているお母さんが出せる金額なのか考えてしまったんですよね。ごめんなさい、こんなこと言ってしまって。ただやっぱり気になるなーって。僕はいつも一人だ。でも一人だから寂しいんじゃない。カンパネーラがすぐそこにいるのに僕はここにいる。今井さん、もう一回頭から。はい。なんであれが主演なの？なんでだろうね。私の方が上手じゃん。でも一人だから寂しいんじゃない。カンパネーラがすぐそこにいるのに僕はここにいる。それが。セリフ焦らなくていいので、自分自身に問いかけるようにやってみませんか？わかりました。はい。もう一度お願いします。俺休憩ね。あ、双葉さん、さっきのところピアノの音と一緒にやりたいです。もう十分やったろ。ああ、でも表現詰めておかないと不安です。プロってのはさ、出力の最大値を本番に持っていくわけだから、やりすぎも良くないんだよ。じゃあそういうことだから。わかりました。離婚の慰謝料に娘さんの養育費。芸能界ってもっと華々しいものだと思ってたけど、案外人間臭いんですね。そりゃそうでしょう。人間なんだから。お金が必要な人間だから犯人ってわけじゃないけど、やっぱり疑ってしまいますよね。別に大金なんかいらないし。でも三船さん、借金あるらしいじゃないですか。
人気絶頂期に不倫報道で複数の契約のあった CM を降板。決まっていた連ドラ舞台もキャンセル。それらの違約金の総額は5000万じゃくだらない。 GPT が教えてくれました。知らなかったです。刑事さんも AI 使うんだ。時代ですよね。でも盗みなんかしないです。少しずつ返済できてる。私は真面目に生きてきたのでお金には困っておりません。私の入のも柄じゃないけど栄町行ってみたんです。千葉の歌舞伎町って感じかな。いやー、すごい世界ですね。ギラギラしてて。そうですか。瑛斗君もいい男で、彼らも生きていくのが大変ですよね。誰かから押されないと。でも押すにはお金がかかる。白鳥さん、鳥鳥が去った後の演奏から先にやりましょはい。う。今井さんも。はい。ではお願いします。白鳥さん、すいません。どこでしたっけ？本当は治ってる。お医者さんにはそう言われたらしいのよ。あ、座ってください。だから子供たちの前では普通に演奏できてる。高校の野球部にもいましたよ。同じようなの。リップスってやつですかね。この辺り、ここまで来たら。あの人がいなくなってほっとした自分がいる。それが白鳥さん、瑛斗くんに会ったんですね。はい、状況を知りたくて。もちろん彼を押してあげてますよ。ただ私の出せる範囲でゆっくりと支援しております。大丈夫ですか？ええ。昔からお母さんがやってくれてたんです。私が不安な時に。効果があるかはわからないですけど、なんか安心するんです。やっぱりリサちゃんの芝居好きだな。何やってもリサちゃんって感じ。今井さんにちゃんと演出してよ。私足引っ張られるの嫌だから。はい。ねえ、なんで彼女が主演なんですか？今井さんには才能があります。どんな？今はまだ見えてないだけです。今井さん、午後までにセリフ全部覚えてください。全部ってセリフほとんど変わってるじゃない。だからです。やれますか？はい、頑張ります。お金には困ってない。はい。ガルバで十分稼げてる。はい。私物欲とかないんで。芸能人ってガールズバーで働くんですね。うちの事務所ゆるいんですよ。平田さん、過去に補導歴があるんですね。しかも複数回。東横の時はいろいろもと。う更生しました。反省しました。リサちゃんと出会って人生変わったんで。そうですか。だからそのことリサちゃんには言わないでもらっていいですか？ GPT も使うけど、私らの仕事は今も昔も足が一番重要なんですよ。不倫の記事って間違ってますよね。関わりのある人たちに話を聞きました。
そしたら金庫の話と関係ないです。それ絶対糸には平田さんには言わないでください。カンパネーラがすぐそこに、カンパネーラがすぐそこにいるのに、カンパネーラがすぐそこにいるのに。ひどい無茶ぶりだね。僕はいつも一人だ。一人だから寂しいんじゃない。どう思う？演出とは程遠い。そこにカンパネーラがすぐそこにいる。僕はいつも一人だ。でも一人だから寂しいんじゃない。カンパネーラがすぐそこに、カンパネーラがすぐそこにいるの。すいません、俺咀嚼するのに時間がかかるんです。何が？ザネリのいじめのシーンです。私は変えないよ。それが気になりました。僕は三船さんの芝居が好きです。でもどの作品を見ても三船さんでしかない。今回ザネリをお願いしたのは三船さんに別の全く違う人物になってほしいって思ったから。素人に何がわかんだ。芝居のやり方にとやかく言うつもりはないんです。でも一観客として今の三船さんでは物足りなさを感じました。確かにザネリをいじめを行う短絡的な人物として描くのは簡単です。でもいじめをする人物にも何か思想とか考え方があると思うんです。それを一緒に考えてほしいです。考えとく。はい。2位なんですけど、指紋もらってもいいですか？指紋？はい。指紋取ったら何がわかるんですか？金庫に触れたかどうか。何もしてないなら問題ないですよね。はい。犯人扱いされてるようで嫌だけど、まあいいや。嫌です。そうですか。指紋？まあ別にいいですけど。じゃあ右手から。これ全部ですか？はい。親指からお願いします。どうされました？いや別に。次はどの指ですか？人差し指お願いします。拒否される理由だけでも聞いてもいいですか？指は汚したくないので。最後に個人的な質問。道端で猫が怪我していたらどうする？猫。助けます。でも私前に助けた猫に引っかかれて。でも助けます。助けない。なんで？助けたところでその猫が幸せになる保証がないから。助けます。何ですかその質問。まあ助けますね。病院に連れて行くか。どうでしょうね。家庭のお話にはお答えできません。片山のおばあちゃん、あの500万を児童養護施設に寄付しようとしてたそうです。それは残念です。早く犯人が見つかってお金が戻ってくるといいですね。僕はいつも一人だ。一人だから寂しいんじゃない。カンパネッラがすぐそこにいるのに、僕はここにいる。それがただ苦しい。いいと思います。それで行きましょう。はい。じゃあ神宮寺さん、次のシーンお願いします。了解です。ジョバンニ。白鳥さん、1曲目お願いします。でも全然タイミング。今合わせたいです。2人の言葉に合わせるとどうなりますか？サソリが自分の体を燃やして明かりになったって話。うん、覚えてるよ。僕もああなれるかな。誰かのために自分を燃やせるかな。カンパネッラは怖くないの？怖いよ。
でも怖くても走り出す人がいるから明かりは消えないんだと思う。僕もそうなりたい。まだ何も持ってないけど。ジョバンニ、僕たちならできるよ。うん。僕の体なんか何度焼いてもいい。みんなの本当の幸せのためなら。どうでしたか？嘘つきばかりだ。その中でも一人嘘がバレるのを怖がってるやつがいた。誰ですか？双葉サンタ。ここまでで大丈夫。近くまで送ってくよ。どうせまだやることあるんでしょ。まあ私は大丈夫だから。じゃあまた明日。また明日。リナ、もう寝てるわ。嘘つくな。リナを出せよ。また飲んでるの？約束しただろ。それを言うならお酒はやめるはずでしょ。プレゼント届いたろ。いらないって。は？ふざけんなよ。お前が変なこと言ったんだろ。そんなことするわけ。もういいわ。切ります。おい。くっそ。マリアちゃん、神宮寺さん、午後の演技すごく良くなってたね。本当ですか？うん。でもまだちょっと改善できるとこあるかな。はい。ちょっと話す？いいんですか？うっそ。きょうくん、何かありました？私の全部あげたら何をしてくれる？あそこのカラオケでさ、話そう。はい。
う。